こんにちは、こみやげです。とうとうですね、キャンピングカー生活の家となりますキャンピングカーが見つかりました。ヤフオクで、なんと60万円でキャンピングカー購入しました。値段としてはもう軽自動車ばりの値段になりますからね。ロデオっていう車なんですけども、平成5年、25、6年ぐらい前に作られた車なんですけども、未だにこの車名車って呼ばれててですね、その理由がですね、なんとこの燃費の良さにあるんですよね。キャンピングカーって車体自体が重たいんですよね。で、このロデオ自体も多分3トン近くあるんですけども、キャビン部分、つまり家の部分をこう乗っけて走るので、燃料食うわけですよね。で、その燃費の良さっていうのは、日本一周をする僕らにとって、旅のコストになってくるので、すごく重要な部分でした。で、このロデオの燃費なんですけど、リッターで10から11ぐらい走ります。場所によっては、つまり直線とか、なんですかね、高速とかになるのかわからないんですけども、13から14キロぐらいまではいけるらしいですね。ガソリン車、だいたい今世の中に出てるようなキャンピングカー、僕が調べた時は、だいたいリッターで5、6キロぐらい。よくて7キロとかそんな感じだったと思うので、かなりいいですよね。で、仮にこのロデオでですね、日本一周した場合の燃料の概算ですよね。日本一周の総距離をざっくり約1万2000キロぐらいですか。軽油が今1リッター115円と仮定して、1万2000キロで割る10ですよね。日本一周するのに軽油1200リッター必要だと。で、これに115円をかけると、日本一周でかかる燃料ですね。ロデオで走った場合、13万8000円になると。で、仮にですね、リッター6キロ走るキャンピングカーのガソリン車を例にしてみて、リッターの6キロで割ると、2000リッター必要になります。で、これにだいたいガソリンが1リッター今135円ですか。で、これをかけると、だいたい27万とかになるんですかね。で、これは結構大きい燃費の差かなと僕は感じてます。あとやっぱりこのエンジンが中国ではですね、神エンジンと呼ばれてるらしくて、耐久性がものすごいあると。で、このロデオ自体をばらしてエンジンだけ売ったりしてる人もいるみたいなんですよね。で、今の車みたいに全部電子制御されてないような感じなので、これ昔の車でディーゼルだとものすごいシンプルなんですって。故障した時の工賃が結構安いと。あとはもう一つ 4WD ですね。この 4WD っていうのはもう結構僕大事にしてくれっていうか、結構多分ポイントになるだろうなと思ってて、ぬかるみとか雪道を走行するときっていうのはもうキャンピングカー一回ちょっと埋まると多分出れないと思うんですよね、重すぎて。だからここはやっぱり 4WD じゃないと、日本中旅してると必ず困るだろうなっていうので 4WD を最優先して探しました。で、こういう結果で、ロデオっていう車を選んだわけですけど、これいい部分だけじゃなくて、もちろんデメリットもあって、残念ながらこのノックス規制車なんですよね。つまりディーゼル規制されてる車で、これ何かっていうと、東京、あと千葉、埼玉、神奈川、愛知、三重、大阪、兵庫。で、この8つの都市で、登録ができません。はい。なので、ここ以外で登録するしかないんですよね。車の登録ね、やっぱそこに居住してる証明が必要になります。車庫証明取るために。ご両親がいるとか、誰かお友達に名義人になってもらうかわからないですけど、とにかく8つ以外の場所で車を登録するしかないです。さらにですね、この8つの中には走行規制もされてるとこがあって、ノックス規制されてる車は走っちゃダメだよってしてるとこもあります。で、東京とかもそうだと思うんですけど、概要欄にリンク貼っとくので、ちょっとご自身で気になるとか調べてみてください。罰金とかになるんですかね、多分。走らないのがいいかな。はい。ということでですね、60万円でキャンピングカーは一応買えるということなんですね。古い車なんですけど、乗った感触としては、本当に、売りやすかったですし、マニュアル車なので、その辺がちょっと不安だったんですけど、で、6メーター20あるので結構大きいじゃないですか。なので、運転僕結構苦手なので、ちょっと不安だったんですけど、北海道みたいな広い場所だったら、そんなに
長さは気にならなかったですね。車幅の方がやっぱりちょっと気になった感じはありました。まあもうね、やっとキャンピングカー来たぞっていうことで、もう家族もみんなでもうめちゃくちゃテンション上がってってですね、いやもう最高だと来たぞとっていう時ですよね。はい。まあこれ、走って、まあ車が届いて、約4時間後の惨劇でございます。まさかのレッカー移動。いやもうね、なんでしょう。まあ理由は結局故障だったんですけど、まあ散々このロデオの紹介をさせていただきましたけど、最終的にはこのオチです。壊れました。4時間後ですね。まあ、詳細の方はですね、ブログの方に書いてます。YouTube で発信するのはちょっとこう、テンションが続かないぐらい凹んでおります。なのでですね、ぜひブログの方を見ていただければなと思います。はい。YouTube の方に動画をこれからいろいろアップしていこうかなと思ってます。まあ来年ですかね、3月ぐらい、まあ4月ぐらいになるかなと思うんですけど、まあ、娘が2歳になるんですけども、まあ彼女を連れて家族3人でキャンピングカーで、まあ日本を旅しようかなと思ってます。まあキャリアを停止させてやるので、まあ不安もかなり大きいですけど、まあ今しかできないし、やっぱやってみようと決意しました。はい。まあただね、こんな感じです。現状ですけどね。まあなんとかなると思います。はい。応援の方よろしくお願いします。テーマはですね、子育てと食育ですね。あとはやっぱり自然。そして、お湯ですね。温泉。まあ、温泉が僕も妻も大好きなので、お湯マップ作りたいですね。はい。まずは車の改造なんかをこれからしていこうと思ってますんで、ぜひともまたご視聴いただければと思います。はい。では、またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。